今回は PS1 の超プレミアソフトの中でも2025年の今でもまだダウンロードで買えるタイトルに絞って、その中から10本チョイスしてサクサクっとご紹介します。上位2タイトルのパッケージ版は10万円以上になってるのだ。まずは2001年発売のザナックの PS 移植ザナックです。ザナックはコンパイルが MSX で発売し、その後ファミコンディスクでも出していたシューティングゲームで、今や古典シューティングという感じですが、武器が8種類も切り替え可能なスコアアタックがメインの弾幕高速スクロールって感じで、今でも全然遊べる面白さを持っています。てか久しぶりに遊んだら難しすぎて吹いたのだ。こちらの PS のザナックはいろんなバージョンのザナックが遊べるものとなっていて、リマスターリメイクされたザナックネオから初期ファミコンディスク版に海外ネスのロムバージョン、難度高めのアレンジがされているスペシャルバージョン、ネスロム版のスコアアタックに自分でアレンジができるエディットモードと盛りだくさん遊べます。そんなザナックのロム版は駿河屋中古価格19,600円になっていますが、 PS アーカイブでは628円で現在もダウンロード可能なのだ。お次は1996年発売のタイトルやパッケージからはどんなゲームかターゲット層すらわからないキュイーンです。こちらメディアエンターテイメント制作のとある少年少女が絵本の世界を救うために相棒の生きている空飛ぶ掃除機に乗って戦う横スクのシューティングゲームです。ちょっと何を言ってるかわからないのだ。キュイーンのオープニングの歌とか、空を飛ぶ生きている友達の掃除機に乗って戦うとか、ノリは一見子供向けっぽい立て付けなのに結構しっかりとしたシューティングなのよね。確かに見た目に騙されずに遊んでみると普通に面白いんですよね。掃除機のあかねちゃんが正面に来た敵の弾とか攻撃を吸い込んでくれるのだ。そこらの個性も相まっての異色作だけど、ジャンル的にはパロデュースとか慶応遊撃隊とか超兄貴とかみたいな真面目におふざけみたいなところがあるかなって気もします。シューティング部分はしっかり作られてる感じがありますが、グラフィックや方向性に売る気があるようには思えないのがなんとも、一体どういった判断というかセンスなのか。そんなキュイーンのロム版は駿河屋中古価格31,800円になっていますが、 PS アーカイブでは628円で現在もダウンロード可能なのだ。お次は2002年発売の今回取り上げているゲームの中でも結構マイナーかなって気がするボンボートです。こちらはサクセスのちょっと変わったパズル風アクションで、ステージにいるお化けに捕まらないように画面上に配置されているフルーツを全部食べればクリアという、パックマンとかミスタードゥみたいなゲームルールのものなのだ。個性的な部分としてはステージには行き止まりとかも多い代わりにワープ代わりにボートが置いてあり、行き止まりの道から他の道に移れるのと、爆弾でお化けをひるませたり、橋を爆弾で落とすことで追いかけてくるお化けを倒せたりします。ボートを使ったり橋を落としたりも使い方次第では自分が不利になることもあるので、そこらがちょっとしたパズル感も生んでいます。適当に遊んでるとすぐに死ぬし、見た目に比べて難しいと思うのだ。そんなボンボートスーパーライト1500のロム版は駿河屋含めほとんど在庫を見かけないので値段不明ですが、買い取りが15,000円以上するので3、4万円くらいしちゃってそうですが、 PS アーカイブでは315円で現在もダウンロード可能なのだ。次は2000年発売ポリゴンマジック制作の 3D 格闘ゲームスラップハッピーリズムバスターズです。ポリゴンマジックさんっていうと、以前他の動画で紹介したことがあるファイターズインパクトを開発したところなのだ。今回はキャラクターの雰囲気も全体のノリもファイターズインパクトとは全然違う感じで、むしろこのスラップハッピーリズムバスターズの方がかなり個性的な作品になっていますし、全体的にクオリティもしっかりしてると思うわ。ゲームシステム的には 3D 格闘というよりは
3D を使った 2D 格闘のような作りで、格闘ゲーム好きな人はすんなり操作ができるんではないかと思います。ただ超必殺技にあたるビートコンボはかなり異色で、ビートコンボを始めるといきなり音ゲーが始まり、音ゲーが下手だとまるでダメージが乗らないという残念なことになります。このビートコンボだけ練習するモードとかもあるので、練習して頑張りなさいってことだと思うのだ。当時から別段うまくはなかったですが、録画のために遊んでたらビートコンボは全然叩けないし、覇王丸にコテンパンにやられました。覇王丸ってそんなって本当に覇王丸だったのだ。そんなスラップハッピーリズムバスターズのロム版は駿河屋中古価格32,600円になっていますが、 PS アーカイブでは628円で現在もダウンロード可能なのだ。お次は1997年発売のメカモノのベルスクアクションマッドストーカーフルメタルフォースです。ちょっとストイックな感じがするオープニングムービーで始まる SF ものですが、メカデザイン的にはアップルシードやズームのジェノサイドやゼロディバイドっぽいちょっと丸っこい感じのものになっています。開発はアスカ 120% やパンツァーバンデッドなどのフィルインカフェの作品で、ベルスク風でありながら多彩なアクションがあり、とてもフィルインカフェらしいと感じるゲームなのだ。このマッドストーカーというゲームは X68000 と FM タウンズに PC エンジンで1994年に発売されており、当時メガドライブ版だけ諸事情で発売中止になってしまったらしく、近年2020年にその幻のメガドラ版がコロンバスサークルより発売されたりしてました。ほぼ全てのタイトルがプレミア化していますが、メガドラ版は棚にあるので、いつか他の動画でも紹介してみるのだ。それと4月に X68000Z ゲームコレクションボリューム1というソフトに68000版のマッドストーカーが収録されるそうです。思わず予約してしまったのだ。そういえばだけど X68000Z のご紹介もいつかしたいわね。緩和9大ですが、この PS 版は X68000 版をベースにしたリメイク的な感じで、 PC エンジン版で追加されてたようなストーリーパートはなかったりして、 PS のゲームにしてはちょっとケレン味が足りないというか、ストイックすぎる感じがします。そんなマッドストーカーフルメタルフォースのロム版は駿河屋中古価格34,000円になっていますが、 PS アーカイブでは628円で現在もダウンロード可能なのだ。ってなんかハメっぽくゲームオーバーになったのだ。お次は1997年に発売されたコミュニティポム思い出を抱きしめてです。開発はマッドストーカーに続きフィルインカフェ制作のゲームですが、これまでアクションや格闘ゲームを作っていたフィルインカフェですが、ブームに乗ったのか、このコミュニティポムのジャンルは RPG です。アクション RPG ではありますが 2D ゼルダというよりはスクエアの聖剣伝説やサターンのマジックナイトレアースとか、あんな感じのアクション RPG です。主人公が見習い魔法使いの女の子だったり、ポムというウサギのような生き物と一緒に戦ったりするほんわかファンタジーで、ストーリーやノリもだいぶ緩い感じのゲームなのだ。しかしフィルインカフェが突然 RPG というところでしたが、これが後のお嬢様捜査網や魔剣道 Z なんかに続いてったんでしょうか。そんなコミュニティポム思い出を抱きしめてのロム版は駿河屋中古価格37,200円になっていますが、 PS アーカイブでは628円で現在もダウンロード可能なのだ。お次は遊んだことありそうでもないぞという結構マイナーでカルト感すらあるガイアシードです。開発は事務ソフトなどを作っていたテクノソレイユが最初にゲームソフトにチャレンジした作品で、 SF 横スクロールシューティングゲームとなります。開発した人がグラディウスとかダライアスみたいな対等系シューティングとか大好きでいろいろオマージュしちゃいました的な感じです。当時としても旧世代機っぽいちょい古さもあったようですし、初めてこのゲームを遊んでもこれ遊んだことある気がするなぁと思ってしまうくらいパク
もとい、オマージュ要素が多々ある気がしますが、ゲームメーカーではないソフト開発会社が突然作ったシューティングゲームにしては、世界観や音楽など含め、結構、ちゃんと作ってあり、よくできています。プログラマーなどスタッフが優秀だったのかなとかも思うのだ。マルチエンディングだったりとかも、なんか変なこだわりも感じます。こちらも他タイトル同様に販売本数は残ってないくらいレア度を持っているのか、ガイアシードのロム版は駿河屋中古価格54,800円となっていますが、 PS アーカイブでは628円で現在もダウンロード可能なのだ。お次は、続けてテクノソレイユから昔の個人制作の同人ゲームっぽいグラフィックを持つ快速天使です。多分社内では一番まともだと思える人が担当したのだと思いますが、なんとも厳しいクオリティであると言わざる得ない絵ではありますが、世界観やノリもついていけるかは人それぞれな感じがあり、ノリだけだと魔剣道とかあんな感じもあったりします。そんなムービーが意外とがっつり入ったりしてますが、それらを乗り越えて遊び出すと横スクのアクションゲームの開始となりますが、ファイナルファイトプラスマリオみたいな感じのプレイ感で、さらにマリオの B ダッシュよりも高速感があり、遊んでみるとタイトルの快速天使が納得みたいな感じで、結構面白いゲームです。テクノソレイユはゲームメーカーではなかったのに結構良いゲームを作ってたという稀有なメーカーでしたね。もし続けていたらもっととも思いますが、ゲーム制作を続けるのは本当にお金と熱量が必要なので大変ですよね。とにもかくにも快速天使は見た目で遊ばなかった人が大半だったと思うので、かなりもったいない感じです。なので知る人ぞ知るみたいな両芸なのだ。そんな快速天使のロム版は駿河屋中古価格57,100円となっていますが、 PS アーカイブでは628円で現在もダウンロード可能なのだ。お次はプレイステーション1でも有名なプレミア機ゲー LSD です。このゲームは正直何と説明していいかも、ゲームって言っていいかもわからないものです。一応ジャンルはドリームシミュレーターらしいです。目的もエンディングもなく、ただひたすら狂気を感じる夢の中をさまようゲームなのだ。まあ世の中にはたまにこういったというか尖った病的な作品というのがありますが、夢の旧作のドグラマグラみたいな天才的とも思える異常さや、バローズの裸のランチ的なビートニク文学的な狂気や、ウゴウゴルーガ的なライトでセンスの良い異常さみたいなピーキーなところには至っていないし、一時期のエニックスがよく出していた鈴木爆発とかせがれいじりみたいに頭大丈夫かって思っても遊んでみるとゲームとしても意外と面白いみたいにも慣れてないので、なんともかんともな作品ですが、思わずボーとプレイしてしまうゲームではありますが、アドベンチャーゲームの気分でやってると全ての行動にあまり意味がないことに虚無感を感じたのだ。自分なりのルールを見つけて楽しめる人は楽しめるかもしれない。ユーザーをものすごく選ぶソフトであることは確かです。そんな LSD のロム版は駿河屋中古価格は6桁に到達しており11万円となっていますが、こちらも PS アーカイブでは628円で現在もダウンロード可能なのだ。最後は出来がいいのにパッケージからどんなゲームかわからないせいなのかどうかあまり売れなかったハームフルパークです。天才科学者テキーラが作った遊園地ハートフルパークオープン2日目にして来場者50万人と大人気。しかしテキーラは突如来場者を人質に取り、独立帝国ハートフルパークとして本土に宣戦布告。テキーラが作り出した合金で作られた遊園地の兵器は核ミサイルすら効かない超金属。そこでその金属の弱点を知っているテキーラの元助手の研究者が遊園地の兵器を破壊できるマシンを開発。自分の娘たちを乗せて遊園地に送り出すといったお話で始まる4種類の武器を切り替えて遊ぶ横スクロールシューティングで、ノリや雰囲気的にはパロディウスとかに近いかと思います。
全体的な出来はグラフィック含めとても新参メーカーと思えないほどのかなり良いセンスでめちゃくちゃよくできていると思います。開発はよくタクシーに乗るビジネスマンなら藤原竜也さんや吉田鋼太郎さんの CM を見せられまくっている業務系システム会社の株式会社スカイです。あの会社、ゲームも作ってたのか。なぜか PS 時代に数本だけ作っていたという状況ですが、先に紹介したテクノソレイユもそうですが、意外とよくできたゲームを作っているのが驚きというか、もったいないというかなんというかというところです。他にもゲームをビジネスとしてちょこっと試してみたみたいなそんなメーカーは結構あったと思いますが、たまに名作が隠れていたりするので侮れませんね。そんなハームフルパークのロム版ですが、意外とプレミア化しているものが数多いシューティングゲームの中でもトップクラスの一本となっており、駿河屋中古価格は11万8000円となっていますが、これまた今ならまだ PS アーカイブで628円で買うことができるので、パッケージコレクターでもなければ PSP や PS3 と一緒に買っても全然お安く遊ぶことができるのでおすすめなのだ。皆さんご存知だとは思いますが、この PS アーカイブのシリーズはとっくに生産終了となっている PSP や PS3 で遊べるもので、ダウンロードサービスもとっくに終了している予定でしたが、終了を発表した時にユーザーからやめないでほしいという声が多く届き、サービス終了を中止したというもので、いつまで続けるのかの明言もされておらず、いつサービス終了してもおかしくないという状態ではあります。こういった判断は任天堂もマイクロソフトもしていないので、ソニーだけが太っ腹というか思い切ったことをしていると思います。今やレトロゲームブームが来ていることもあり、特に任天堂さんはソニーさんのように昔のハードのサービスも続けてほしかったものです。といったところで今回はここまで。 PS アーカイブで今でも遊べるけどロム版はプレミア化してるというタイトルはまだまだあり、我が家の PS3 の中にもあと10本ほどあるので、そちらは今後予定しているメンバーズに後編として置いておこうかと思います。ではでは、今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。どうやらこの辺りにホラーハウスがあるようね。やったー、怖そう。つべこべ言わずに行くよ。